皆さんこんにちは。今日はね、神とお話をするというお話をしましょうね。神と話するっていうと、多くの人はね、何とこういう感じで反応があるんですね。ですから私は多分この何十回も皆さんとこうやってお話ししてるけど、神と話をするということを表題にしてね、お話しするのは初めてかもしれない。で、神とお話しするのに、ごく普通には瞑想中にお話をするのが普通です。それから私は神とお話をしたいもんだからね、地方にね、公園なんかに行く時にそこの神様とお話ししますね。はい。ですからいろんな神様と今までお話ししてたので、夢で話したり瞑想で話したり、また遠くのね青森県とか大阪とかそういうところの神様ともお話しすることができるわけですね。というよりたくさんの神様とお話しした。今日本のことだけを言ったけど、実は神様、どこの神様ともお話しすることができるんですね。今日はね、ちょっとたくさん大勢の神様とお話ししているので、思い出すことをちょんとやってご覧に入れますね。これね、お話ししたかもしれない。一番最初。私は江戸川慶師をやってますのでね、江戸川慶師が前世で、キリストイエスとして誕生することになっているヘルメスという名前のやっぱり地上の人々を導くですね、神様と一緒にギゼの大ピラミッドを作った。その時ね、多分江戸川慶師はね、ラーという名前だったんじゃないかな。これちょっと間違ってるかもしれないですね。そのピラミッドを作るのに一生懸命やった。で、かくいう福田高取はその時に石運びをやってた。しかもそれをですね、私の場合はね、船でナイル川がある。ナイル川の船でやってた。船頭さんじゃなくて、その船会社、当時の会社っていうのはあるかどうか知りませんけど、そこのトップをやってたんでね、実は石を船に積んで走ってた。ピラミッドにする石をね。こういうことね、なんでこんなペラペラペラって言えるかというとね、実はしょっちゅうピラミッドに私は行ってるんですね。根性は行く選択をしてないし、根性は行くつもりはないんだけれどね、しょっちゅうピラミッドは行っている。一つの例を言いますとね、皆さんともうね、何年も前ですよ、10年ぐらい前ですかね、15年ぐらい前ですかね、ここで定期的に今でも瞑想会やってますが、こうやってピラミッドの話が出た時にね、皆さんにこれからちょっとピラミッド行ってピラミッドで瞑想しますって言って、私は世界中どこでも瞑想ができるんでね、で瞑想したんですよ。で皆さんと一緒に瞑想したらね、こんな体験しましたよ。私がね瞑想してるんです。いつものようにです瞑想してるんだけど、はっと気がついたらね、ピラミッドのトップで瞑想してる。トップでって一番高いところでこうやって瞑想してんだよね。おおっと思ってね、下を見下ろすともう崖ですよ。こんなになってる。で前を見ると、これまたびっくり、ピラミッドがこう横向きになってあるの。それで右を見るとね、右に大ピラミッドがパーッとあって、左にもピラミッドある。後ろは見なかったから知らないと言って、ピラミッドのトップで瞑想してましたよ。でこんな感じです。神とお話しするというのはね、こんな感じなんですね。またうん十年前の話です。目の前に自分がですね、一緒に瞑想したい人をね、
この置いて瞑想するというやり方をしてましたね。で、どうせ瞑想するのにね、もうキリストイエスと瞑想しようとしたの、私は。私はそういうところはね、欲張りですからね。キリストイエスに言ったの。ね、私の前に座って瞑想してね、と言ってね、座ったらね、瞑想を始めたら、キリストイエスここに座ってくれた。でね、薄目を開けてみた。あれ、私の前に座ってんのは中東のお兄ちゃんだよ。中東の、まさに顔つきからスタイルから全部中東のお兄ちゃんが座ってた。で、この話ね、じゃあ福田先生、キリストイエスと、座ったんじゃないのかなってこう思うかもしれないけども、いや、間違いなくキリストイエスだよね。だってキリストイエスは中東で生まれたんじゃない？ベツレヘムかな、どっかで生まれたんだよね。それで馬小屋で生まれてお母さんに育てられて30歳ちょっと過ぎで亡くなったから、中東のお兄ちゃんがいるの当たり前。そうするとね、これ私は江戸川慶子屋さんだからよく知ってんの。江戸川慶子はね、イエス・キリストをこう見ることができた。最後の晩餐のリーディングなんかもある。だからキリストのことについてよく言ってる。色が白い白人で髪がね金髪かなんかだったんですよ。そうちゃんとリーディングに書いてある。これもね、皆さん、じゃあ福田貴則の前に座られたのはキリストイエスじゃないんじゃないかなっていう。でね、また私はね、何しろ慶子屋さんですからね、先ほどもちらりと言いましたね、キリストイエスは何回も何回も人間として私たちと一緒に生活した素晴らしいリーダーですよ。だから何年か前には白人として生まれてるはずです。何年か前には、何回かですかね。何年かというと何十万年前になるかもしれないからね。何回か前には日本人として生まれてたかもしれないね。これちょっと私あまり関心がないんですね。だから私の前に座られた中東のお兄ちゃんが実際は中東のお兄ちゃんなんだけれども、イタリアかなんか行って白人の方々に教えを説くときには何回か前に生まれた白人として現れたかもしれない。だから最後の晩餐は最終的に白人の姿で最後の晩餐やったかもしれない。はい。それで十字架にかかられた時も白人の姿でかかられたかな。ありがとうございます。という感じなんだね。だからすごく面白い。でもうたくさんの神様にお会いしてるんでね、もう一つだけ時間の関係でね、もう一つだけ申し上げておきますけども、これも解説付きです。私はね、神様大好きですね。だから電車に乗っててもね、どこの駅のどこの辺に神社があってもう全部覚えてるもんだから、その神社に全部お参りしながら電車に乗ってきます。今朝もそうですね。神社に。だから、お名前の知らない神社にもお参りしてくるんですね。今朝、お参りした神社も、名前の知らない神社なんです。でも、名前知ってても知らなくてもね、神様にご挨拶するのは簡単ですね。で、神様とお話しすると言って皆さんこのようにお話しすると感じるんだけど、そうじゃなくて一瞬です。一瞬で神と話しすることができるんですね。で神とお話しするときに一瞬でお話が終わって、大事なのはね、神様とバイバイするとき、神様ありがとうございましたって帰るときに神様が一番大事なことを言うんだね。それで先ほどのね、キリストイエスと瞑想したときにね、終わったらね、これまたびっくりしたけど、その中東のお兄ちゃんドンと私の中入ってきましたよ。あれっていう感じなんだけど、私と神は一つであるという体験ですね。
それでまたこうね、面白い体験をもう一つだけします。これね、今度の私ドリームレッスンという本をね、お願いして再販することになって、もうね、去年の9月頃できてなくちゃいけないのにまだやってる。神様とお話ししながらやってるからですよね。それでこういうことですね。その話とはちょっと別なんだけれども、私はお不動さんという神様とあまり親しくはなかったんですね。これ何年も前の話です。でね、お不動さんに会いたいよ。神様とお会いするときはね、お名前が必要なんですね。お名前だけじゃないんですけれども、もう一つ、どこどこの神様という必要があるんですけどね。で、お不動さんとお話ししたいってこう言ったらね、お不動さん即座に現れましたよ。即座に。で、この時はね、夢の中に現れたんですね。それでお不動さんとお話ししましてね、まず私現れたのびっくりしたんだけどね、提灯、こう昔のほら明かりですよね、足元照らす明かり、あれでこうろうそくが燃えてるんだよね。これね、皆さんは何その話と思うかもしれないけど、私はねドキッとして、今でもねこの話をするとね涙が出てくる。ありがたいね。お不動さんは素晴らしい炎、輝きなんですよね。不動明王というじゃないですかね。明るい王様と書くんじゃない。で、この辺こうすごい光を出してない。そしてもう一言、私たち一人一人の足元をね殺さないように、怪我しないようにっていつもたった今も私の足元を照らしてるんですよ。嬉しいね、お不動さん大好きと、こういう感じなんだよね。神様ってね、だいたいこうやって面白がるのが好きかな。で、もう一つこう思い出しちゃったんで、もう一つ付け足し、たくさんの神様の話あるんですよ。でも付け足しかな。ちょっとこれこれ申し上げたかもしれない。ちょっと担当者と聞いてね、申し上げてたら二度あれするのもなんだから、今日はこれでおしまい。皆さんも神様と一緒にいてね、神とお話ししてね、神と出会ってね。はい。